忙しかったり疲れてたりお子様育てててっていう方でもハードルがとても下がると思うんですね。こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は前回の動画で下処理をしたお野菜を使ってあっという間に作れる4品のお料理をご紹介します。では切ってある豆苗を使って簡単にできる豆苗スープを作ります。最初に長ネギを切ります。ちょうど白いところ1つと青みのところ2つ分ぐらいを使って細く切っていくんですけれども、これはなぜ細く切るかっていうと、他に入れる人参や豆苗と食感を合わせるためです。こんな感じで縦に最初に包丁を入れてスライスします。青いところも同じです。縦に包丁を入れて開いて広げて、これでネギは切れました。次にベーコンも細く切っていきます。今日こんな感じで4枚1袋だいたい 35g のものを使ってるんですけど、ベーコンはあれば入れればいいし、なければハムやウインナーでもいいし、全く入れなくてもそこそこ美味しくはできるので、あれば使うっていう感じですね。でこれも同じように細く切っていきます。はい、切れました。お鍋にごま油小さじ1を入れて、それからにんにくですね。すったにんにく1かけら分ぐらいですかね。でこれを火にかけて軽く炒めます。でこれでごま油とにんにくで香り付け風味付けになるので、最初にちょっと炒めますね。ちょっと音がしてきたのがわかると思うんですけど、で音がしてきたらすぐにお水を入れます。でこのお水が入ったら野菜を入れていきます。だいたい軽く1つかみ分ぐらいですね。人参、それから豆苗ですね。豆苗も軽く1つかみ分ぐらいですね。これぐらい入れて、次に先ほど切ったネギとベーコンも入れちゃいます。沸騰してから3分が経ったので、一番煮えづらい人参で火の通り具合を確認しますね。もう十分火が通っているので、ここで味付けをしていきます。でこのように細く切ることによって加熱時間は短くてもすぐ火が通るようになってます。で今日は味付けは塩でします。でこれで出来上がりなので火を止めて、最後に味見をしてみます。ちょうどよくとっても美味しいです。今日は特にコンソメとか顆粒だしとか入れなくて、塩だけでの味付けになってるんですが、とっても美味しくできてますよ。鶏鍋を作ります。最初にだしを作ります。お水、めんつゆ、みりん、酒で全部入ったところで火にかけます。沸騰するまで待ちます。沸騰してきましたね。ここで一旦火を止めます。では具材を入れていきますね。最初に鶏肉入れます。今日は1人用ということなので、鶏肉は 100g 程度ですね、入れてあります。で白菜ですね。それから人参、これは拍子木に切ってあるやつですね。ネギですね。量はお鍋に合わせて入る分を適当に入れてるっていう感じですね。舞茸、舞茸入れるととても出汁が出るので美味しいんですよね。としめじですね。
でこれで具材が全部入ったので、改めて火をつけて蓋をして煮ていきます。再沸騰してから5分が経ちました。よく煮えてるようですね。これで人参と鶏肉に火が通っていれば出来上がりにして大丈夫です。火を止めます。今日はとてもシンプルに鶏肉とお野菜だけでお鍋を煮たんですけれども、結構しっかりめに味がついています。でこちらにお好みでお豆腐を入れたり、あるいはこのようなおうどんとかお餅を入れて食べてもとっても美味しいんですよ。焼きそばを作ります。最初にお野菜を切ります。玉ねぎはきれいに洗って皮をむいた状態にはしてあるんですけど、これを用途によって切り分けることができますね。で今日は焼きそばということなので細く切っていきます。今日は1人分なので4分の1個だけ使います。次にピーマンを切ります。ピーマンもこのような形で種を抜いて洗って半分割りにしてあるので、このままだと大きいので細く切っていきます。ピーマンは1個分ですね。この半分割り2つを切っていきます。この斜めに切るんですね。とこんな感じでちょっと長めに切れるので、これでピーマンも切れました。次に豚肉を切ります。今日は豚こまを使っているので大きい部分があるんですね。で大きいところは包丁を入れて切っていきます。これで良さそうですね。はい、これで全部切れました。最初にお鍋に油を敷いて火にかけます。でしっかりお鍋を温めます。とお鍋も油もしっかり温まってきたので、最初にお肉を入れます。お肉がこうやってばらけてきたら、この状態で軽く塩コショウをします。これで引き続き炒めていきます。お肉にしっかり火が通ったので、ここに野菜を入れていきます。玉ねぎ、ピーマンですね。これは先ほど切ったものです。人参ですね。人参は細切りで用意してあったものを入れます。量はお好みなんですけど、軽く1つまみ分ぐらいですね。次にキャベツですね。キャベツは大ぶりにザクザクっと切ってあるものを入れます。キャベツもお好みでということで、たくさん入れてもちょっとでもいいんですけど、私はちょっと1つかみ分ぐらい入れます。あともやしですね。もやしは水に入れて保存してあるので、よくざるに入れて水を切っておきました。野菜に全体的に油が回ってしんなりしてきたので、この状態になったら麺を入れます。と袋麺ですね。これを入れて、入れたらですね、お水を大さじ1杯分ぐらい麺の上からかけます。でちょっと火を弱めて蓋をします。でこれで1分ほど弱火で蒸し焼きにします。1分ほど経ったので蓋を開けて様子を見ますね。だいぶいい感じに麺がほぐれてますので、このまま混ぜていきます。こんなによくすぐ混ざりますよ。
野菜と麺が馴染んできたので粉末ソースを入れます。ソースを入れたらさらに炒めていきます。最後にちょっとだけ火を強めて、水分がもしあったらそれを飛ばしてパラッとさせた感じにします。でよく混ざってお野菜にもよく火が通っているので、これで出来上がりにします。水菜を使った韓国風サラダを作ります。水菜はこんな感じで一口大に切ってあるので、これをこのまま使います。お好みの量なんですけど、今日1人分ということなので1つかみですね。これぐらいちょっと多めの1つかみ入れました。で味付けは昆布茶、多分小さじ1ぐらいですかね。でこれ昆布茶がない人はお塩でもいいんですけど、お塩の方は本当に少量振りかけるだけでいいと思います。であとごま油ですね。ごま油もちょっと一たらしぐらいですね入れます。で一回さっと混ぜます。でこんな感じで全体にごま油が行き渡ったらこれで大丈夫です。でここに韓国海苔ですね。今日私はフレークを使ってるんですけれども、これ普通の四角い切った切り海苔の韓国海苔だった場合はちぎって入れれば大丈夫です。ではこれ入れていきますね。でこれの量もお好みでたっぷり入れたい方はたっぷり、ちょっとでいいと思う方はちょっとでもいいんですよ。今日私はこんな感じで結構たっぷりめに入れました。はい、混ざったのでこれで出来上がりです。ということで今日は簡単にできるレシピ4品をご紹介しました。お料理っていうのはどうしても毎日毎日考えなければならないんですけれども、その中で忙しかったり疲れてたり、あるいはお子様育ててて手がなかなかかけられなかったりっていう方でも、こういう形で野菜の一番大変なところですね、洗う、切る、皮を剥く、そういうところを省いた状態にしておくことで、こうやっていざ料理に取り掛かろうっていう時のハードルがとても下がると思うんですね。それとあと一つ言えるのは、あのような形でちょっと下ごしらえをしておくことで野菜のロスをすごくなくすことができるんですね。ジップロックの中にこれが残ってるからこれも入れちゃおうとか、色味のために人参を入れましょうとか、そういうのもとても気軽にできて栄養価も見た目もアップするんですね。ですので、とってもおすすめな方法ですね。買ってきてちょっとした手間にはなるんですけれども、その30分ぐらいの手間で1週間の豊かな食生活が送れるようになると思うので、ぜひおすすめです。では味見をしていきます。いただきます。最初にお鍋食べてみますね。鶏肉とそれからきのこをいっぱい入れてあります。よく味が染みていてとっても美味しいです。だしにも鶏やきのこの味がよく染み出ててすごく美味しいんですよ。今日はシンプルにお肉と野菜だけなんですが、ここにお好きなようにお豆腐を入れたり、あるいは油揚げ入れたり、一人鍋なのでご飯の用意をしなくてもいいようにお餅やゆでうどんなどを入れてもとっても美味しいと思います。次は豆苗のスープを食べてみます。とってもニンニクの味が効いていて美味しいですよ。でこんな感じで豆苗とそれから人参も切ってある状態ですね。なのであっという間にできるスープです。この豆苗のスープなんですけれども、鶏ガラスープの素とかコンソメスープの素とかそういうのは一切使ってないんですね。調味料は塩だけなんですね。ただごま油でニンニクのすりおろしを炒めていることでスープにコクが出て美味しいんですよ。とっても簡単に作れるのに美味しいのでおすすめです。次は焼きそばを食べてみます。この焼きそばなんですけれども、もやし、人参、ピーマン、キャベツ、あと玉ねぎですねと、それに豚肉が入ってるんですけど、
普通一人前を作る時にそれだけの量の野菜を用意するのってやっぱりちょっと負担だと思うんですね。だけどああやって切ってもう皮を剥いてっていう形で用意してあると本当にお鍋を温めて炒めるだけっていう手順になるので、とっても具沢山で美味しい焼きそばができます。こちらも本当に美味しいです。こちらは水菜のサラダなんですけれども、本当に入っている野菜は水菜だけなんですね。で、昔から私これが大好きでよく作るんですけれども、味の決め手は韓国海苔なんですね。フレークでも板海苔状になったものをちぎってもどちらでもいいんですけど、必ず韓国海苔を入れてください。で、他の味付けはごま油と昆布茶を使ってるんですけど、昆布茶がない方はちょっと控えめにお塩を振っていただくだけで大丈夫です。で、ちょっと味の想像がつかないかもしれないんですけど、ごま油の風味と韓国海苔についている塩味とかでしっかり味がつくんですね。ですごくさっぱりしてるのに手軽ですね。食べてみますね。本当に美味しいです。一度作ると簡単さ、それから美味しさでまたぜひ作ってみたいなと思うようになるサラダだと思いますね。ということで、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。